今日はですね、ついに日本でも発売が開始された世界初の 8K360 度カメラ搭載ドローンアンチグラビティ A1 を詳しく紹介したいと思います。このドローンはですね、正直言って従来型のドローンとはもう全く違う新しい体験ができますので、新しいもの好きの方、カメラ好きの方、360度カメラ好きの方、ドローン好きの方、ぜひ最後までご覧ください。今日は以下のような内容でお届けしたいと思います。まずはこの A1、これ初めて出てきた新しい会社の初めての初号機になりますが、どんな機体なのか詳しく見てみたいと思います。そして次にドローンと360度カメラが合体するとどんな映像を撮ることができるのかというのもお見せしたいと思います。そして次に非常にユニークなゴーグルとグリップコントローラーについても詳しく見てみましょう。その次に実際に飛行してみてどんな感じなのか、どんな映像が撮れるのかをお見せしたいと思います。そして撮影した映像をどういうふうに編集するのか、そして後半では私がこのドローン実際に試してみての感想とか、飛ばすにあたっての注意点、そして特典情報もお伝えしたいと思います。でまずこのアンチグラビティというブランドなんですが、インスタ360という、皆さんもよくご存知だと思いますが、カメラの会社があって、その会社が支援している新しいブランドになります。そこの第1号機がこの A1 という機体になります。で今回事前にサンプルでいただいているんですが、このインフィニティバンドルというセットになります。内容としてはドローン本体、そしてビジョンゴーグルとバッテリー、グリップコントローラー、チャージングハブとハイキャパシティバッテリーが3つ、そして小物類、書類、すべてを収めることのできるスリングバッグとなります。ドローン本体はこういったキャリングケースに入っています。この状態でのサイズは非常に小さくて、重量もノーマルバッテリーとの組み合わせではわずか 249g です。で四方にこういう感じでアームを伸ばして本来の姿に戻します。まず目につくのがやはりこのカメラですね。これがですね、360度カメラになっています。そして前には2つの障害物センサーとライトが搭載されています。後ろにはマイクロ SD カードスロットがありますが、内蔵メモリーも 20GB ほど搭載されています。そしてその横に USB-C 端子があります。本体後部にも灯火が2つ、そして下部にもセンサーやライトなどがたくさんついています。バッテリーはこの部分を押して引き抜きます。で下にはランディングギアがついています。サイズ的には DJI の Mavic Mini シリーズと大体同じかと思います。でバッテリーは2種類あって、ハイキャパシティバッテリーとフライトバッテリーというノーマルバッテリーになります。充電時間、飛行時間とは以下の通りになっています。そしてこのチャージングハブにはバッテリーが2つ入るんですが、さらにこの部分を展開して3本目のバッテリーも挿して3つ同時に充電することができます。で次にこのドローンの最大の目玉である360度カメラについてなんですが、ご存知の方も多いと思うんですけど、ご存知ない方のために簡単に説明したいと思います。でこれがですね、インスタ360の X5 という360度カメラになります。2つの超広角レンズが搭載されていて、同時に360度全ての方向の撮影をして保存しています。でそこから自分の好きなアングルを切り出すことができるようになっています。これとほぼ同じものがこのドローンにも搭載されている形になっています。こんな感じで上と下にデメキンのようなレンズが2つついています。360度カメラは2つの映像を組み合わせるときに、そのカメラとカメラの間にある部分に関しては消えるようになっています。でこれは試しに X5 で撮影しているんですが、自撮り棒がちょうどレンズとレンズの間に収まる太さなので、こんな感じで撮影した映像からは自撮り棒が完全に消えているのが見えると思います。初めて見る方はね、結構驚かれます。このドローンも全く同じで、上下のカメラの間にあるものは全て消えるようになっています。でこの映像は実際にドローンを起動して机の上に置いて、ドローンで映している映像を今左側に映しているんですが、横方向を見てもモーターとかアームとかプロペラとか全て見えなくなっているのが分かっていただけると思います。で次は実際にホバリングさせている状態なんですが、プロペラガードもついているものの、こういうふうに映像を動かしてみても横方向に何も映っていないっていうのがね、見えると思います。これがこのドローンの最大の特徴になります。でどんなメリットがあるかというと、まず撮影時に全くこのカメラのアングルを気にする必要がないんですね。360度全ての方向の撮影ができてますので、撮影後に自分の好きな映像を取り出す、切り出すことができるようになります。でこういった従来型のドローンというのはこういう感じでジンバルにカメラがついています。通常のカメラなので、当たり前なんですけど、
狙った画角とかアングルとか、あとは動かし方なども計算しつつ撮影する必要があります。それプラスドローンを安全に飛行させるというミッションがあるので、慣れないうちはかなりハードルが高いと思うんですけど、この A 案に関して言えばもう本当に録画ボタンさえ押しておけば全て撮影できてますので、撮影を全然気にすることなくフライト自体に注意を集中することができますし、楽しむことができます。とはいえそれで画質が悪かったら元も子もないんですが、この A1 に搭載されているカメラっていうのは先ほども言いましたが、インスタ360の最新のフラッグシップ360度カメラである X5 と同等のものになっています。我が家でも75インチの 4K テレビに映してじっくり見てみたんですが、全く破綻せず非常に綺麗な映像が見れました。で次にですね、もう一つのこのユニークなポイントであるこのビジョンゴーグルについても詳しく見てみたいと思います。でまずこの目に飛び込んでくる部分なんですが、このサイバーな感じのメガネ風のデザインです。で左側はこういう感じでリングライトになっています。インジゲーターですね。で右側は液晶表示になっています。これはですね、ゴーグルを覗いている人が見ているのと同じ映像がここに映し出されるようになっています。なので飛ばしている人だけではなくて、一緒に行っている人もそこを見て映像を楽しむことができるようになっています。でさらにここにシースルーカメラがあって、ホームボタンを2回押すことによってゴーグルをつけていながらも外の様子をリアルタイムで確認することができるようにもなっています。で反対側はボリュームボタンになっています。で下側には USB-C 端子と電源用のプラグがついています。でバッテリーは別体になっていて首から吊るすようになっています。実際に装着していても重みを感じるということはほとんどないです。で実際にこの顔に触れる部分に使われているパッドも材質などもよく考えられていて、非常に快適に装着することができます。そして下側にですね、ダイヤルがついていて、これで両目の視度調整とか目と目の距離を調整することができるようになっています。さらにオプションで視力を補正するレンズも出ています。でこの眉間のところにマイクロ SD カードスロットがあるんですが、ゴーグルに映っている映像をここにそのまま記録することができるようにもなっています。でさらにこのゴーグルにも内蔵ストレージが約30ギガほど搭載されていますので、 SD カードを忘れても大丈夫です。全体的にこれ初めての製品とは思えない非常にしっかりとした高級感のある製品になっています。そして肝心の写りなんですが、これがですね、もう圧巻です。業界をリードするパンケーキレンズとマイクロ有機 EL ディスプレイが搭載されていて、目の前に200インチ相当の大画面が広がっています。こんな感じで頭を右に動かせば右が、上を見れば上が、左を見れば左という感じで360度ぐるりと見渡すことができます。でここに全て必要な情報が表示されているんですが、このまず左の下はバッテリーとか SD カードの状態が表示されています。そして右側には電波の状況、 GNSS の状況、そして飛行時のいろんなデータが表示されています。そして左上にはこれはビジョンゴーグルの録画時間、そしてドローン本体のカメラで録画している時もここに録画時間が表示されます。そしてシースルー映像はこんな感じになっています。白黒ではあるんですが非常にはっきりとしていて、なんならタイピングもできそうです。そしてレーザーポインターのようなものが表示されているんですが、これはメニューの表示をしている時にグリップコントローラーを動かすと動かすことができます。そしてトリガーを握って選択します。でメニューについても簡単に説明しておこうと思いますが、まずこれがですね、リターンホームの起動になります。そしてその下が自動追跡ディープトラックになります。そしてスカイジーニーといういろいろプリセットされている飛行を選ぶところになります。そしてスカイパスという、高度とか地点を登録しておいて自動で飛行させるモードもここで選びます。真ん中の上の部分は安全に関するいろいろな設定、そして地図、そしてその下は撮影した映像のギャラリーになっています。これがね、またすごく楽しいので一つ試しに見てみたいと思いますが、これはですね、息子がゴーグルをつけて私がグリップコントローラーで有視界飛行をしていた時の映像を保存したものになります。その保存した映像をゴーグルをつけて確認することができるんですね。こんな感じで頭を好きな方に向けることによってそっちの方向の映像をいつでも見ることができるわけです。なかなかこれちょっと説明が難しいんですけど、例えばどこかで飛ばしてきて夜、家に帰ってきてその映像を家族がゴーグルをつけることによってその人もリアルに体験できるという感じです。ちょっと脱線しましたがメニューに戻ります。でまず
この上のここがですねフリーモーションモードと FPV モードの切り替えになります。そしてその次が画面録画のオン、そしてバーチャルコックピットが選べます。これはですねこういう感じで画面の中にいろいろな機体などを表示して自分がまさにそれに乗っているような気分を味わえるものになっています。そしてその下が外部ディスプレイとリングライトの表示設定になります。いろいろ選べます。そしてゴーグルの曇り取りと、そしてここはカメラのパラメータの設定ですね。カメラの解像度とかフレームレートなどを選んだり、他の撮影モードにしたりとか、あとはオートで撮るのかマニュアルモードで撮るのかなどの設定ができるようになっています。でさらにカスタムボタンの設定と、この伝送アスペクト比っていうのは映像の表示の方法を選んだりとか、あとは電波関係の設定などになります。で下のこの部分はクイックメニュー、ショートカットみたいなものが並んでいます。でさらにメニューボタン長押しでこういったクイックメニューが表示されて、小さいのでフライト中などはこれ非常に便利な機能になっています。とにかくこのゴーグルを装着することによってほぼほぼ視野いっぱいの超精細なスクリーンが表示されて、半端ない没入感を体験することができるようになっています。で次にもう一つのユニークなポイントであるこのグリップコントローラーも詳しく見てみたいと思います。一般的なドローンはこういったコントローラーを使ってこれ2本スティックが入っているんですが、このスティックを親指を使って動かしてドローンをコントロールするという形になっています。慣れている方はこれが非常に繊細な動きもできますし使いやすいと感じられるかと思うんですが、初心者の方にはなかなかとっつきにくい部分でもあるかと思います。でこれと比較するともう全く似ても似つかないものなんですが、まず外観をチェックしてみたいと思います。でまずはこれが電源スイッチになります。そしてこのトリガーが前進するスイッチになります。そしてここにスライダーがあるんですが、ここで離陸をしたり上昇下降をコントロールすることができます。でこれはビデオと写真のボタンになります。でこれはブレーキとかリターンホームを起動するスイッチです。そしてこのダイヤルで左右旋回とセンタリングを行います。そしてこれがメニューを表示するメニューボタン、そしてこの親指側に C1、C2 ボタンと、あと飛行速度をコントロールするスライドスイッチがついています。そして下には充電用の USB-C 端子がついています。そしてこれがバッテリーインジゲーターになります。あとはこれ前後左右の傾きなども検知するようになっています。そして次に実際の操作方法なんですが、こんな感じでグリップコントローラーをひねるとそっちの方向に本体が旋回します。そしてスライドスイッチでこんな感じで上下します。そしてこのトリガーを握ると前進します。でこれがですねビジョンゴーグルで見ている画面なんですが、画面の真ん中に×印があって、その上にこういう六角形の印があります。でこれがですねこのコントローラーで指し示している方向になります。これを上に向けるとドローンは上に上がり、下に向けると下がります。左に向ければ左、右に向ければ右に曲がるという仕組みになっています。本当にこの人間の直感に直結しているような感じで非常に簡単に操作することができます。そしてこれも一つ大きな特徴なんですが、このドローンは前方にしか障害物センサーがありません。でなぜかというと前方にしか進まないんですね。前進しかしないんです。あとはこういう感じで旋回はできるようになっていますが、横に飛んだりバックしたりということができないんですね。なのでバックしたりとか横に飛びながら障害物にぶつかるということもありえない仕組みになっています。例えばこういう感じで横方向に飛びながら前にいる人物をトラッキングしているわけですけど、これ通常のドローンではそっちの方向しか見えてないわけですね。横方向全く見えてないので、横にセンサーがないドローンだと下手すると衝突する可能性もあります。でこの A1 なんですけど、 A1 はもう全ての方向を取ってますから、通常通り前進しておいて後から編集時に横方向の映像を切り出すことができるんですね。なので、危険な横方向とかバック後方に進む必要もないわけなんですよね。ここが通常のドローンと大きく違う点になります。で次にいくつかある飛行方法も試してみましたので、その様子もお見せしたいと思います。でまずは被写体を高度に追跡できるこのディープトラックですね。こんな感じで被写体を選択しておいて、あとはどの位置から追跡するかというのを選ぶだけで簡単にこういう映像を撮影することができます。でこれ被写体を左側に見ながら飛んでますが、皆さんもお分かりの通りドローンは前方に普
通に前進しているんですが、左側の映像を切り出したものになります。で次はですね、このスカイジーニーというもともとプリセットされている飛行方法です。結構たくさん入ってます。でまずはこれですね、遠ざかり飛行ってありますけど、よくドローニーと言われているこの遠ざかりながら高度が上がっていく映像になります。これも被写体を選択しておいてスタートするだけでこういう映像が撮れてしまいます。で次は遠周飛行というものなんですが、被写体の周りをこうぐるっと自動で回ってくれるものになります。これもドローンは単純に前に進んでいるだけなんですが、編集ソフトで自動的にこういう映像を作れます。でこれはスカイパスという飛ばし方なんですが、地点と高度をあらかじめこう飛ばしつつ設定していきます。それをすることによって後で自動でそこを飛ばすことができるようになっています。操縦している人は目視で飛ばして、ゴーグルは他の人に見せてあげることができるんですよね。うちも子供が見てたんですけども、まるで鳥になったような気分だってね、大喜びしていました。で FPV モードも少し試してみたんですが、 FPV モードはこんな感じでグリップを左右に傾けることによってそちらに旋回し続けるようになっています。で動き自体もかなり機敏になるので、慣れてきたらね楽しいんじゃないかなと思います。次にこの360度カメラで撮った映像をどういうふうに編集するかというところなんですが、これはアンチグラビティスタジオという無料のソフトを使って行います。撮影してきた映像をこれ左にいっぱい並んでるんですけど、こんな感じで読み込んでいって、でそれぞれのファイルでこの画面を見ながら自分の見たいアングルにこう設定していきます。でそれを書き出すことができるようになっています。なのでこの時点で自分で好きなアングルをどんどんこうキーフレームというのを使って選んでいくこともできますし、もともと用意されている前方とか後方とか下を見た映像とか、そういったプリセットを使って設定することもできます。それ以外にもトラッキング機能を使ったりもできるようになっています。でここで自由に横長映像とか縦長映像とか正方形の映像などを設定することもできるようになっています。でスマホアプリでももちろん編集ができるんですが、こちらはより高機能で簡単に編集できるようになっています。インスタ360のスタジオというアプリと非常によく似ているんですが、映像を選んでおいて自分でこういう感じで角度を選んでキーフレームを打っていくということもできますし、スマホをこういう感じで動かしていって切り取りたい方向をこう録画していくような形にもできます。AI 編集で自動で動画を作ることもできるようになっています。気軽にパパッと編集してそれをシェアしたりするということも簡単にできるようになっています。次に安全性とか保守整備に関してなんですが、これ360度カメラで下側にもレンズがついているので、こういう感じでランディングギアが出てきて下側のレンズの安全性が保たれるようになっています。着陸時にはこういう感じで自動的にウィーンって出てきてね、非常にかっこいいんですが、下側にも十分こうクリアランスができているのでレンズを打つということはなかなかなさそうです。で万が一何かこう突起物の上に着陸したりして下側のレンズが傷ついたような時も自分でレンズを交換するキットがオプションで出てますので、X5 と同じように DIY で交換してすぐに飛ばすことができます。これも先ほど触れたんですが、前方向にしかセンサーがないんですが、このドローンは前方にしか進まないようになってますので、実質的に360度保護されているような感じになっています。私が試した中ではこの前方のセンサーも非常に精度よく働いていました。という感じでかなり急ぎ足になってしまいましたが、いかがだったでしょうか。まだまだお伝えできてないことがいっぱいありますので、また別動画にしたいと思うんですが、とりあえず少し飛ばしてみての感想としてはとにかく楽しいです。面白いですね。でまず何が楽しいって飛ばすのがね楽しいです。通常のドローンっていうのは、最初は飛ばすこと自体も楽しいと思いますけど、趣味で飛ばしている方って大体撮影がメインかなと思うんですよね。で撮った映像を後で見て楽しむっていうことになるのかなと思うんですが、このドローンはまずこの飛ばしている時が楽しいです。いろんな視点で空から見ることができますので、鳥になったような気分を味わえます。そしてそれでいて映像自体もしっかりと高画質なものを撮ってますので、それを素材として後からいかようにでも編集して書き出しをすることができますので、いろんな映像、一本の素材からいろんな映像を作ることもできます。また家でもどこでもそのゴーグルをつけることによって撮影した360度映像そのものを頭ぐるぐる回すことによってまた味わうことができるんですよね。
でその楽しさを他の人にもシェアすることができるっていうのもすごく新しいところかなと思います。それプラス直感的にコントロールできるこのコントロール性の良さとか、前にしか進まない仕組みとその前についているしっかりとした障害物センサーのおかげでかなり安全性も高くなっています。味わったことがない方にもね、ぜひ一度試してもらいたいなと思うような完成度の高いドローンになっております。今まで散々いろんなドローン飛ばしてきたっていう方でも多分ねかなり楽しめると思いますので、そういった方にも本当におすすめです。ぜひ一度どこかで試してみてください。でここからは日本で飛ばすには、どうしても避けて通れない部分なんですが、 100g を超える機体なので国交省に登録をして登録記号というのを発行してもらいます。車でいうナンバーみたいなものなんですが、これを貼り付けたり、あとリモート ID の登録というのも必要になってきます。でさらに基本的にはモニターというかゴーグルを見て飛ばすことになりますので、これ特定飛行、目視外飛行というものに該当しますので、これも国交省に申請して承認とか許可を得て飛ばす必要があります。でさらに実際に飛ばす上でもいろいろと細かいルールがありますので、そういったものを守る必要があるんですけど、詳しい情報は国交省のサイトを直接見ていただくか、そういったことを詳しく説明されている他の YouTube チャンネルなどをご覧になることをお勧めします。私も実際飛ばすまではドローンのカメラが360度カメラに置き換わったのが面白そうだなぐらいには思ってたんですけど、ここまで全然違う体験ができるっていうのはね、全く想像していませんでした。今までは実験的なものを除けばこの組み合わせってなかったと思うんですけど、これからはドローンプラス360度カメラの流れ結構来るんじゃないでしょうかね。年々この360度カメラも画質が良くなってますので、それがあってこそのこの組み合わせが成り立つようになってきたのかなと思います。で最後価格とお得情報なんですが、こちら3種類発売されます。スタンダードバンドルが20万9000円、エクスプローラーバンドルが24万9000円、そしてインフィニティバンドルが26万3900円となっています。決して安くはないんですが、アメリカで先行販売されている価格を見ると一番安いものでも約1600ドルなんですね。今の円安のレートで考えると25、6万とかしてもおかしくないのかなと思うんですが、それなりに日本向けに結構安く価格設定してくれているのかなとも思います。で最後にお得情報なんですが、本日発売日から来年の1月3日の24時までにオンラインストアおよび店舗で対象バンドルを購入された方すべてに1年間のアンチグラビティケアという保険みたいなサービスがあるんですが、こちら2万5000円相当になるそうなんですが、こちらが無料で付帯するそうです。これらの情報も含めて詳しい情報は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひそちらからご覧になってください。ということで今回もご視聴ありがとうございました。このアンチグラビティ A1 に関する動画、これからも継続的にいろいろ出していきたいと思いますので、関心のある方はぜひチャンネル登録の上また見に来てください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。